本物を感じろ。画面越しでは感じられない素晴らしい世界が待っている。私が本物を探しに選んだのは知床国立公園。北海道の東オホーツク海に突き出た半島。火山と流氷が育んだこの地は森と海が一つにつながり、2005年に世界自然遺産に登録された。本物を自分の目で見て確かめたい。その気持ちが私を知床へと向かわせた。おはようございます。おはようございます。ようこそ知床へ。今日ガイドします寺山と言います。寺山源と言いますので、源さんと呼んでください。源さん、よろしくお願いします。はい、今日はちょっといい風が吹いて寒いですけど、はい、風が吹いてるっていうのは知床らしいというね。知床らしい日にようこそ。知床ってなんかちょっと響きが変わってるじゃないですか。そうですね。あんまり日本語じゃなくてですね、これアイヌ語の知床っていう言葉から来てて、こう大地の果てるところっていうのが直訳、地の果てっていうところの名前から来ていると思うんですね。むっちゃ日本の端っこにあるじゃないですか。はい。端っこにあって、それでも実はいろんな生き物がこう狭い半島にですね、一緒に暮らしている。それを国立公園として、世界遺産としていろんな頑張ってるところもたくさんありますから、そういうのを見ていただきながら楽しんでいきたいと思いますので、はい。さあそれじゃあ、知床の森の中にはい。行きましょう。行きましょう。準備はよろしいですか？大丈夫です。行きましょう。はい。はい、これからですね、森の中を歩いていただく前に、この部屋であそこにレクチャールームって書いてあるんですね。はい、レクチャーを受けていただく必要があるんですね。レクチャー受け。はい。ここはね、知床港ってところはヒグマが住んでます。ですからこの中に入るためにはそういうレクチャーを受けて、準備をしてきた人が歩ける。そういう仕組みになって。はい、でもう出会ってしまった場合はもう決して走らないことと、あとは慌てない、騒がないで、静かにその場から距離を取ること。ヒグマに出会ったらを考えるよりも、ヒグマに出会わないことの方が大切なのです。それではここから知床の方を歩いてきます。はい、よろしくお願いします。はい。今こう笹が高いじゃないですか。はいはい。こういうところだと怖いので、見通しが悪いので、声を出します。あっあっあっって反応が聞くんですね。特に音はないですか？じゃあ大丈夫かな。はい。じゃあ行きましょう。はい。本当いろんな木があるんですね。なんか。いろんな木があって、あそこら辺が割とこう細い木もあるんですけど、こっちの後ろに向いていただくと。太い。これすごいですね。これはこの森のメインキャラの人です。あ、そうなんですか。水ならってやつ。水なら。水なら。何がメインキャラかというと、どんぐりができるんです。あ、これがどんぐりの木なんですね。そうなんだ。こんなに太いんですね。水ならが多分この森だと一番大きくなるタイプですかね。あ、そうなんですね。で、これが作るどんぐりってものをいろんな生き物が当てにしてるんですよ。なんかリスとかが食べてるイメージ。はい、イメージあります。大丈夫です。
クマもクマも食べるんです。秋の時期にこのどんぐりがもう超重要な活動。知床湖に秋にクマがいるっていうのは大体このどんぐりを狙って食べる人ですね。でこういう立派な水菜が残っているところがこう知床湖の特徴の一つです。すごい。これの森のメインキャラ、その2、このまっすぐな木がありますよね。はい。これトドマツ、いわゆるトドマツトドマツ。っていう木なんです。これがこの森のメインキャラになんですね。トドマツまっすぐ行くじゃないですか。だからまっすぐ行って高いところで太陽をゲットしようとクカッと背を伸ばすんですね。っていうタイプの木なんだけど、そうすると今日知床でらしい天気で風が強いじゃないですか。はい。で伸びてどんどん太陽をつかめるようになって高くなると風を受けるじゃないですか。はい。それで倒れるんですね。はい。おお。すごい倒れてる。ずいぶんでかくなってるじゃないですか。本当だ。で倒れるんです。で倒れるとその分この上にゲットした光がはい。空間が空いて新しい電柱が育ち出すっていう世代交代が起こるすごい。っていうのが面白い。起こります。そういう感じで風によって新陳代謝が回ることによって森がね再生していくっていうのが知床のこれで循環されてるんですね。はい、そういうのを知床の前に風がね回してるということで、この風の強い日は知床らしい、ちょうど知床らしい日にようこそ。いや、いいものが見れました。すごい。じゃあ行きましょう。はい。こんな感じです。すごい、そうなんだ。そうなの。実はそこに熊の痕跡があるんです。そうなんですか。そうなんです。熊の痕跡。ちょっとこちらなんですけど。見れるんですか。ここですね。ここにちょっと穴が開いてます。あ、本当だ。これはこう熊が噛んだ牙の跡です。歯なんですか。歯なんです。熊ってアンブレラ種っていう風に言われてて、アンブレラ種ってアンブレラ傘のことですよね。傘の一番上にいる生き物だって言われてて、あれ体がでかいじゃないですか。このエリアで一番でっかい生き物なんですよね。でそいつがいるってことは、それの下につながるいろんなたくさん小さい生き物、それからそれを支える植物とか、それを支える、土壌とか菌とか、そういったものも十分健全にいるから、その一番上のやつが暮らしてられるよねっていう話で、熊がいるという森はいろんな生き物と一緒に暮らせる健全な森だなというふうな一つの証だというふうな意味でアンブレラ種っていう。アンブレラ種。その知床に今世界でも有数な熊の人口密度があるところなんですけど、それはやはりその知床の自然っていうのが結構豊かであるから、熊がそこにいられる。それでそれを頂点とする生態系つながりが維持されているっていうのが世界遺産の大きな理由でもあるんですけど、できればね、いろいろ温暖化とかでいろいろ影響を受けそうなところではあるんですけど、できればその熊と一緒に暮らせるような未来を残したいななんてことで、我々は知床に暮らしながら、その傘の中の一つの生き物としてですね、一緒に暮らしながらそんな自然が維持できたらなと、そんなふうに思いながら暮らしてます。美しい自然を眺めながら命のつながりを知った。そのつながりが一つの呼吸のように感じる。無事帰
かがでしたか？楽しかったですか？楽しかったです。初めてこんな自然に触れて、そういろいろ植物とかこう気候とかこう動物とかがこう一緒に暮らしてる知床を見れてすごい楽しかったです。はい。知床高校でちょっとね、結構いろんな生き物がこう暮らしている自然を楽しんでいただけたと思います。はい。で、知床に暮らしているっていう生き物では実は人間も結構暮らしているじゃないですか。はい。あの中で我々も一生懸命暮らしてたので、結構現世の自然って言うんですけど、実は人間が暮らしてきた歴史も結構あるんですよ。ちょっとそういうところも含めてね、次のところで見に行きたいと思います。はい。さあ、あそこになんか看板が見えてますね。はい。何ですかこれ？なんて書いてあるんですか？知床100平方メートル運動ハウス。はい、これがね、知床の人の方の歴史のね、人の歴史。人の歴史っていうのを少はいしここでご紹介したいと思います。はい知床100平方メートル運動ハウス。中にちょっと詳しい人がはいいるって話ですか？はい。行きましょう。はい。楽しみ。こんにちは。こんにちはこんにちは。知床財団で森づくりを担当している辻と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。私からは知床における開拓の歴史と森づくりの取り組みについてお話ししたいと思います。知床自然センターから知床5湖までの間というのは一度人の開拓の手が加わった土地になります。で多くの方々はそれを知らずにの観光客として知床5湖まで向かっています。ですが実は昔、そう遠くない昔に開拓の手が加わっていたという背景があります。知床の自然は偶然残ったんじゃない。守る努力があるからこそ未来へ受け継がれていくんだ。で実はまさに今、森づくりワークキャンプという1週間の住み込みで、泊まり込みでキャンプを行うイベントを木を植える、ボランティアさんと一緒にやっています。ぜひ、その植樹活動に体験してみませんか？いいんですか？はい、よろしくお願いします。ぜひやってみたいです。よろしくお願いします。お願いします。大きな苗見えると思うんですけど、これを重機で持ち上げて人力で穴を掘って、そして横木をつけて、大きな木を安定してここで育つように植えるという作業をしています。そうなんですね。じゃあ、この、植樹活動実際に瀬戸さんもやってみましょう。いいですか？はい、やりましょう。よろしくお願いします。この森には多くの人の思いが重なっている。その中に今日自分の思いを少し加えられた気がする。これで大丈夫ですか？はい、完璧です。はい。気をつけて降りてください。はいありがとうございます。すごい。今はただありがとうございます。この自然の一部になれたことが嬉しい。この森の先にどんな世界が広がっているのかもっと知りたくなった。
そこにそうありますね。川がないけど突然水が噴き出てるのがフィリペの滝なんですね。へここ実はすごい平らじゃないですか。ーはいこれ溶岩が流れた後なんです。でその溶岩の下の層はい。で水が通る層水がじわ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 ときてここにボンと現れて滝になってる。海と山がすぐ横にあるっていうのがこの知床のこの風景のねすごい特徴だと思います。で海と陸こう隣にある全く違う生き物が住んでいる自然をつながってるってのが知床が世界自然遺産になった理由なんですよね。海と陸がつながってる。これ2つのつながってる生き物がいるんですね。それが実はですね鮭です。鮭。クマとか鹿とかたくさんいますけど、実は世界遺産の代表選手といえば鮭なんです。鮭とか海で大きく育って川を登って陸に帰ってくるじゃないですか。それで陸で死んでいろんなものの食べ物になって、海と陸をつないでる生き物鮭が知床の代表。知らなかったです。鮭今日晩ご飯の時に鮭を出会ったら、はい。あ、世界遺産だね、知床へようこそで食べてあげてください。食べてみます。それが知床のね醍醐味の一つ。はい、ありがとうございます。こんばんは。はい、いらっしゃいませ。一人なんですけどいいですか。はい、大丈夫です。はい。はい。知床らしいものが食べたいなと思ってきたんですけど。はい、現役漁師なんで。そうなんです。魚、美味しい魚出します。楽しみです。はい。はい、まずは水だこのカルパッチョになります。いただきます。はい、どうぞ。タコすごい柔らかいですね。そうでしょ。なんか油乗っててプリプリすごいでですすね。美味しい。はい、次はこれです。何ですかこれ。さあ、何でしょうか。開けてください。はい。おお。これはもしかしてもしかして。鮭。そうです。美味しそう。これをメインで取ってるんです。あ、そうなんですね。すごいホロホロしてて。本場の鮭ですよ。ここは鮭がね、斜里町っていうとこが日本一の水揚げを誇ってるんです。ああ、そうなんですか。毎日ね、朝、まあうちは5時に出て行って、そうですね、7時、8時ぐらいには帰ってくる。で水揚げをして。でね、今上からね水揚げを見れる場所があるんです。あ、そうなんですか。鮭テラスってあって、そこからみんな覗いてます。見たいです。じゃあ明日はい。見に行きましょうか。はい、ぜひ。どうですか。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうですか。もうこんな大量の鮭初めて見たんで、すごい迫力があって、あとなんか人の手で一つ一つ選別してるっていうのがすごい見てて、すごいな、面白かったです。ちなみにこの鮭の量っていうのはどういうふうに取るんですか。ここは定置網。定置網。定置網って場所が決まってて、はい。そこに鮭が2ヶ月半ぐらい網を入れっぱなしになってで魚のたまるとこがあってそこだけ起こして毎日帰って
だから来る魚を待ってる。鮭ってこの後どうなるか知ってます？戻ってきて。戻ってきたら？わかんない。川に登って卵をあ、川に登るんですか？登る。今盛んに登ってるんで、ちょっと見に行きましょうか。行きたいです。行きましょう。はい、行きましょう。はい、ここが遡上してる。見える？もう見えてるよ。あ、本当だ。いましたね。一生懸命登っていって、はい。産卵する。へで、一生涯を終えてしまう。すごい水に負けないように頑張って泳いでますね。だから4年前にここ生まれて降りていって、で旅をして大きくなって、でここで帰ってきて子供を産んで終わる。で最後の力今振り絞ってる。それでも頑張って負けないように泳いでいってるっていう。で産卵終わったらもうそのまま死んじゃうから。儚いですね。そうですね。ほらね、こう登ってると、これ餌としてクマだとかオジロワシとか食べる。それがまたその死骸をまたキツネとか、ね、運んで植物連鎖でつながってるんです。で森も豊かになる。すごい。それで海と森とつながってるってことなんですね。命が海から川、森へと帰っていく。命が巡り、また新しい命が生まれていく。その循環の中に自分の小さな一歩も重ねていきたい。実際に鮭の遡上を見て、こう最後の力を振り絞りながら頑張って川を登って子孫を残そうっていうのがすごいなと思いますね。これね、今こっちはイトロ川なんですけど、反対側、そっちも鮭の遡上したりするので、そっちもまた景色も違うので、ぜひそっちも見られたらいいかなと。ぜひ、はい、行ってみます。ありがとうございます。命は海から森へと巡っている。その循環の中で人はどう生きてるんだろう。その答えを探しにラウスへ向かうことにした。こんにちは。おい、こんにちは。こんにちは。少しお話いいですか？もう暇だからいいわ。いいよ。ありがとうございます。どうした？私今回知床に初めて来て、昨日はウトロ川の自然を体感したんですけども、今回は羅臼川をちょっと知りたいなと思って、来ました。ここでは何をされてるんですか？海の漁師。海の漁師。俺の場合は定置網が11月いっぱいで、終わったら12月は鹿打ちも専門にやって、それから今度1月からトド打ち。解体して野生動物食肉処理業、それもやってる。ダブル漁師ですか？そうだね、ダブル漁師。海と山と。でただ殺すだけでなくて、もう最初言ったように野生動物食肉処理業をやってるんで、それで肉にして缶詰作ったり、熊でも鹿でもトドでもせっかく取っていただいた命なんで、やっぱり無駄なくただ売ってゴミにするんでなくて、やっぱりちゃんと供養してやらないとなと思ってるけどね。守るために奪わなければならない命もある。頭では分かっていても、その現実の重さをちゃんと見つめたくなった。こ
こは俺が取った鹿だからそれを食べてもらおうかな。うわ美味しそう。私が取った鹿がこういう形になりました。柔らかいな。柔らかいですね。やばいわ。命をいただくということ、その意味をこの目で確かめたくなった。須藤さんの見回りに同行させてもらうことにした。よし。お、待ってた。行くか。北海道初めてだと思うけど、はい。まあ命についてちょっとは学んだかなと思って。はい、すっごいたくさん学ぶことがありましたね。やっぱりこう実際に自然に触れるっていうことが初めてだったので、命の大切さもこうやって現地の人たちがこういう自然を守ってこう維持してるんだなっていうのもすごい実感しました。そうだな。はい、だってこの知床で魚でも何でもいただいてるわけだから、地元の人間はそれで生活してるわけだから、やっぱり大事にするよね、と思うな。私はそういう考えでいます。素晴らしいです。勉強になります。いえ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 。そういうことで、はい、来た甲斐があればはい、良かったです。本当にありがとうございました。いえいえい国立公園だから味わえる命のぬくもり。森も海も人もこの地で生きている。画面越しでは伝わらない本物がここにあったんだ。知床国立公園。ここが私が本物に出会えた場所。